どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は過去動画で話数の語呂合わせを使って当てることができたもの限定で動画をまとめてみます。もちろん外れたものもたくさんありますが、それは最新動画で僕の場合、随時報告しています。なぜこんなまとめ動画を作ろうと思ったのかというと、先日、1111話で起きたゾロ事件が発端です。それはまずエンタメ風考察 YouTuber の方々が1111話はゾロ目であり、ゾロの懸賞金や誕生日などから1111話はゾロ回だと考察して外してしまった。こうした考察は僕も好きですが、ただ1111話は確かにゾロ回ではなかった。するとこの結果を受けて今度はガチ風考察 YouTuber の方々が話数には意味はないと断言したようです。つまり彼らはゾロ回の話をしているのですが、間接的に僕にビーフを仕掛ける形となってしまいました。すると今度はそれを聞いた一部の人たちが1111話がゾロ回だと話数から予想したやつってどうせお笑い風考察 YouTuber ゆでろんだろうと一部の人が勘違いしてしまったようです。期待させてしまい申し訳ありませんが、1111話の僕の語呂合わせ予想はゾロではありませんでした。1111話の語呂合わせ予想は3年前から一貫しています。それはジョイボーイ1111話です。ジョイボーイが成立すると話数の理論に基づいて111話と1011話から考えました。そして1111話太陽の盾では鉄の巨人がジョイボーイと発言しています。つまりこれは話数に仕掛けはある？そうでなければ3年も前にこんな予想はできるはずありません。ちなみに1111話には別の数字の仕掛けもあります。それは4です。その昔4という漢字は4ではなく4という漢字がメインで使われていました。1234棒が増えて分かりやすいです。この4という漢字を縦にすると1111話となる。縦だから1111話は C ミスター4の回なのです。ルフィは1111話でミスター4のようなバッターとなり爆弾ボールを打ち返していました。さらに1111話イコール4ならば4話とも繋がっているかもしれません。4話ではモーガンの巨像を建てようとしてルフィが破壊していました。この4話のモーガンの巨像については過去に考えています。こちらです。僕は何度も言っているように前半の海と後半の海は表裏一体の鏡のような構成になっていると考えており、4話でルフィがモーガンの巨像を壊したこととロードスター島が表逆にロドス島の巨像のような壊れた巨像に出会うという可能性です。そしてさらに、そのロードスター島にもしも壊れた巨像があるなら、それは巨人族の巨像かもしれません。太陽の盾、巨像、鉄の巨人。4話はシェルズタウン、海軍の島、貝殻。1111話はエッグヘッド、海軍の島、卵の殻。殻つながりもあります。4を縦にすると、1111は太陽の盾となる。これらのことからも、やはり話数には仕掛けがある。しかしそれでもまだ多くの人が理解してくれません。これはまあ僕が不甲斐ないからだと思いますが、しかし問題があります。それは数少ない僕を擁護してくれる人たちが話数の語呂合わせを理解できない人たちに時々 X でレスバーを仕掛けられてしまうという問題です。さすがにこれは僕を擁護してくれる人たちに申し訳ないと思い、今回このような動画を作りました。僕を擁護してくれた数少ないファンのために、そして話数に仕掛けはないという人たちに分かっていただくために過去の実績をまとめます。それではどうぞ。9チームというのはどうでしょうか。もしかしたら海戦に強い9人目の仲間ジンベエがついに合流するかもしれません。百鬼夜行。百鬼夜行というのはどうでしょうか。かなり苦しい語呂合わせですが、百鬼夜行とは鬼や妖怪の胸の行進のことです。990話話数の語呂合わせ予想1つ目は玉音。玉音というのはどうでしょうか。玉音とは戦争中天皇陛下が国民へ向けた肉声のラジオ放送のことですが、例えばクイーンがマイクを使って麦わらの一味を狙え。1000話の話数の語呂合わせ予想4つ目は問われる。問われるというのはどうでしょうか。ルフィがカイドウに海賊王としての資質を問われるかもしれません。1006話の話数の語呂合わせ予想4つ目はドリーム。ドリームというのはどうでしょうか。ドリーム、つまり夢であり、それは光月家の夢、悲願である仇討ちの話が展開されるかもしれません。裏切り者黒住勘十郎の能力なら光月おでんの絵を描けるはずです。この謎を解く鍵はもしかしたら
1007話のタイトル、たぬきさんにあるかもしれません。たぬきはクイズでよくたぬき、つまり文章などからたを抜くクイズとして使われます。そして1007話の話数の語呂合わせ11個目は、とんち。とんちです。つまり1007話にはたぬきを使ったとんちがあるかもしれないと。例えばそれは光月おでんの名前に秘密があるかもしれません。光月おでんの名前、おでんの語源は田楽です。もしもおでんを漢字で書くならおでんであり田です。この田からたぬき、たを抜くと、それは絵です。1007話の光月おでんは絵である可能性。そして次の1008話の話数の語呂合わせは0を前に付け足して01008でおでんの絵、おでんの絵が成立します。8は英語で8なので絵です。1013話の話数の語呂合わせ予想1つ目はテイザ。テイザというのはどうでしょうか。テイザとは中国で使われた3本足の鉄の鎌、かなえの足のように3者が互いに向かい合うという意味です。1014話の話数の語呂合わせ予想5つ目はやや強引ですが D の意志。 D の意志というのはどうでしょうか。 D の意志、夜明けの意志、それが語られ D はまた嵐を呼ぶ。1021話の話数の語呂合わせ予想1つ目は鉄槌。鉄槌というのはどうでしょうか。ロビンがブラックマリアに鉄槌を与えて勝利するかもしれません。語呂合わせ的には1022話が呪術や鉄人、1020話か1026話の話数の語呂合わせは火祭りです。1033話の話数の語呂合わせ予想3つ目は手みそ。手みそというのはどうでしょうか。手みそとは自分が原因で失敗してしまうことですから。1040話の話数の語呂合わせ予想1つ目は重宝。重宝というのはどうでしょうか。1040話の話数の語呂合わせ予想3つ目は年寄り。年寄りというのはどうでしょうか。0は中国語で輪なのでりです。これも68歳の年寄りビッグマムを表す語呂合わせです。1040話の話数の語呂合わせを先ほど言ったように1040話から1049話の間なら樹脂やジューシーを10回分語呂合わせ可能です。その中でもポイントになるのは1043話ジューシーの実、ジューシーの実です。1044話の話数の語呂合わせ予想2つ目はテンション。テンションというのはどうでしょうか。スリラーバークでナイトメアルフィになったルフィの喋り方が荒っぽくなったように、ジョイボーイルフィはいつものルフィよりもさらに陽気でテンションが高いのかもしれません。なぜならカリブ海の神ジョイボーイは踊り子の神です。1044話の話数の語呂合わせ予想4つ目は伝承。伝承というのはどうでしょうか。伝承とは伝説、ジョイボーイの伝説がおでんの公開日誌を見たヤマトや桃之助、そしてズニーシャから語られるかもしれません。1050話の話数の語呂合わせ予想2つ目はドガマ。ドガマというのはどうでしょうか。ドガマとはそのまま釜ですから。1055話の話数の語呂合わせ予想3つ目は怒号。怒号というのはどうでしょうか。怒号とは大きな声で怒ること。1064話の話数の語呂合わせ予想2つ目は灯火。灯火というのはどうでしょうか。灯火といえば革命の灯火。1064話とつながる164話のコブラ王とコウザの国が好きだというエピソードはドラゴンとサボのやりとりに似ています。このことから1064話では革命軍のエピソードが語られる可能性もあります。1065話の話数の語呂合わせ予想4つ目は人の向こう。人の向こうというのはどうでしょうか。ベガパンクもまた人知を超えた存在であり、165話ではバロックワークス6人とクロコダイル合計7人が集結しユートピア計画を練っていましたから、1065話ではベガパンクの猫サテライトが6人集まり、そんな1080話の話数の語呂合わせ予想1つ目は人暴れ。人暴れというのはどうでしょうか。暴君クマが暴れ出すのか。
そんな1083話の話数の語呂合わせ予想は、人の闇だけではなく、他にも0を前につけて、おてんばさん。おてんばさんというのはどうでしょうか？おてんばとは、活発な女の子のことですから、ビビやおばあさんに変身したボニーが登場しそう。1088話の反転話数も考えましょう。1088話をひっくり返すと、881話、ナミの部屋。ビッグマムの大波に飲み込まれそうになりますが、ソーダ主人兵衛が華麗にさばいています。すると、1088話では、ピサロの巨大な手からソードたちが逃げる話か。そんな1088話の話数の語呂合わせ予想は、10バンバン。ガープが10で蜂の巣にされるのか。と、半々。頂上戦争の時のように島が半分半分になるのか。そんな1089話の話数の語呂合わせは倒幕。続いて1094話の反転話数も考えましょう。1094話をひっくり返すと491話トビウオライダーズ。491話には人手のパッパクが登場。人手イコール星。ならば1094話ではやはり五老星が上陸するのか。さらに1094話の語呂合わせも考えましょう。1094話の話数の語呂合わせは人を休止。1096話の語呂合わせはドクロ。ドクロの旗を掲げた海賊たち、つまりロックス海賊団とロジャー海賊団が現れるのか。そして半年前に予告したように1096話は激扱いになる。このエッグヘッドに迫る謎の勢力とは何でしょうか。1105話の類似話数、115話には巨人の影が登場していました。そして次の116話ではエルバフの巨人の決闘です。すると1106話にもエルバフの巨人が現れそう。それは麦わら大船団のエルバフの巨人、新巨人海賊団のハイルディン。1106話の類似話数は6話、106話、116話、1016話です。6話ではゾロが後方から現れてルフィを支援しています。ならば1106話ではエッグヘッド近海にルフィたちを支援しに仲間が現れる。116話ではエルバフの巨人たちの決闘。やはり1106話にはエルバフの巨人。それにしてもエッグヘッド編はどのような結末になるのでしょうか。エッグヘッドでのこの立てこもり事件は世界に思いをよらぬショックを与えるといいます。パンクレコーズ。ベガパンクの脳内に生きていた大原の意志、その記憶が世界中へ拡散されてしまうのか。そんな可能性があるとすれば、それはどのように。世界に思いもよらぬショックとは。ショック。409話強報緊急大放送。409話の大放送とはバスターコールです。そう、逆転の発想。世界中の電電虫をハックして一つなぎにすれば、パンクレコーズの脳みそから世界中の電電虫へ電波を飛ばせる。小原の意志、空白の100年の謎が全世界に伝わる。ベガパンクの脳がパンクする。はい、以上です。ちなみに語呂合わせ使わなくても当たったものもあるんやで。また、もしも仮に話数に仕掛けがなかった場合は、逆に俺ってすごくね。そう、未来を見通せる力。お釈迦様のように私は悟りを開いたのです。なわけない。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。